はい、どうもってなんです。本日なんですけども、うどんが食べたい。で、結構前に一度やったんですけど、あれからちょっとぐらいは僕自身の料理の知識も増えてきたのかなと思いまして、多分ね、あの時よりも美味しいものが作れるような気はするんですよね。でもっていつも通りのラーメン丼という名の巨大すり鉢に作ると間違いなく伸びるので、何回かに小分けにしながら釜揚げうどんスタイルで普通のおでんのおつゆよりもちょっと濃いめのやつでズルズルっといきましょうか。というわけで早速今日も作っていきましょう。さあ、では作っていきましょうか。まず1点。今日手袋をつけます。っていうのがね、手を怪我しちゃいまして、今ちょっとね、痛々しい感じになってるんですよ。治りかけっちゃ治りかけなんですけど。今回の流れとしては、まずはうどんの命、出汁を引いて、で、その後割り下作って、出汁で伸ばして、つゆにして、で、その後具材の準備。で、今回天ぷらも添えようかなと思ってるので、その後天ぷらを揚げて、で、最後にうどんをドン。今回はこういった流れでいきます。というわけで、まずはお出汁からですね。ではそのお出汁の材料を、せーの。こちらから昆布、煮干し、厚削り節、混合節。結構オーソドックスっちゃオーソドックスかな。じゃあ1個ずつ見ていきますか。今回の昆布はラウス昆布をチョイス。昆布ってこのラウス昆布とあと利尻昆布と真昆布があるんですよ。こちらからラウス、利尻、真昆布。これ名前が違うの、取れる場所によって名前が変わってるって思ってください。北海道の北の方なのか南の方なのか東なのか西なのかね。でそれぞれ煮出したものがこういった感じなんですよ。ちょっと見にくいかな。こちらからラウス、利尻、真昆布。もう色を見てもらったらすぐ分かる通り、ラウス昆布がすごく主張してくれる強い昆布だから、煮物とかそういった感じで使うことが多いお出汁で、この利尻がすごくさっぱりとしたお上品な昆布で、真昆布がオールマイティーに何でもこなす昆布。なんとなくそういう感じかな。だから言うなれば強弱中みたいな。で僕は今回このラウス昆布をチョイス。そういう感じ。はい、次。続いてこちらの煮干し。これ煮干しというか、これウルメの丸干しなんですよ。ウルメイワシ。一般的な煮干しってあれ片口イワシやったっけ。でしかもこれ多分お出汁用というよりかはこうやって食べるために作られた商品って感じ。多分それをお出汁に使うという贅の極みですよね。うめえ。でこのウルメの丸干しをまず頭取って、でここのお腹の部分をハサミでズドン。苦い。そうなんですよ。この煮干しだけの内臓ってめっちゃ苦いんですよ。だから切ったところから内臓をビビビビビッと全部丁寧に抜き出してあげた状態のもので、今回このウルメの丸干しをチョイスした理由なんですけど、僕本当はね、あごだしあれを使いたかったんですよ。あごっていうのがこのトビウオのこと。それがあごだしなんですけど、この時期あごだしが売ってなかった。もちろんだしパックはね売ってましたけど、ということで今回はこちらのウルメをチョイスっていう感じかな。でこのあごだし、表面を炙って焼きあごだしにすることが多いんですよ。よりパンチの強いおだしなので、今回こちらのウルメもグリルに並べていってらっしゃい。無事こんがりなりました。はい、次。でこの混合節がね、この鰹節が文字通り原材料カツオで、この混合節が原材料がね、室味とかサバとかそういったものの節。こっちの鰹節とかと比べるとなんていうかね、ちょっとね雑味とかが出やすいんですよ。これじゃあなんでお出汁が命のうどんに雑味が出やすいこの混合節を使うのかというと、前提として普段僕が取ってるお出汁、あれお吸い物用なんですよ。お吸い物の場合だと雑味がね邪魔になるんで、それを出さないようにするんですけど、このおうどんの場合、後で返しっていうんかな、割り下っていうんかな、醤油、酒、みりんのやつ、あれと一緒にお出汁ブワッとやるんで、なんていうかね、醤油に負けちゃいけないんですよ、お出汁が。だからそのお醤油に負けないためにはむしろ雑味が欲しいんですね。雑味だったりとか、もう強すぎる旨味だったりとか、そういったものが欲しいんで、こういった厚削り節だったり雑味が出やすい混合節だったり、もうウルメなんて表面焼いちゃったり、一番香りの強いと言われてるこのラウス昆布を使ったり、もう雑味が欲しい。ちょっと長くなっちゃいましたけど、一応今回のお出汁はこういった理由で選んでます。そんならばいよいよお出汁を引いていきましょうか。じゃあまずラウス昆布、まずはこれと先ほどのウルメ、
この2つだけまずはお水を張ったお鍋にドンで、今回お鍋が2つあるのはちょっとね、昆布だけどうしても煮出すのに時間かかるんですよ。やっぱ昆布は1時間煮出したいなということで、ちょっとね昆布だけ別で取ります。で最後これらをドッキングみたいな、なんとなく伝わるかな。それではまた明日へ移動。おはようございます。よっしゃ、だしに出していきますか。じゃあまずこちらの昆布から。てかね、さすがにね昆布入れすぎた気がする。まあいいや。じゃあいつも通り70度キープでこのまんま1時間で、こちらも火にかけて、沸いてきましたら厚削り節と混合節、こうやって沸騰させながら10分ぐらい。でもアクは掃除してあげながら10分経ったら火を止めて、これをさらしでこせば激濃厚煮干しとカツオの合わせだしの完成。あ、強いね。いい感じ。ただやっぱこれ動物性のお出汁だけなんで、まだこの段階だとちょっとね尖ってますね。なんか一箇所だけピンとこう立ってるみたいな、そういう感じなので、お次が植物性のこちらの昆布。1時間経ちましたんで、こちらの昆布回収で火加減上げて、沸いてきたらこのアクとぬめりを掃除して綺麗になれば完成。ドッキング。丸くなったね。やっぱ昆布だしは偉大だわ。そしたらもうおつゆはかけおうですね。こちらが今回の割り下の材料。こちらから濃い口醤油、みりん、お酒で、比率が2対1対1。これをお鍋に加えて軽く沸かしてあげれば割り下の完成。ちょっとおつゆとはまた別になっちゃうんですけど、この返しが1で、今回のお出汁を2くらい。これおつゆじゃなくて、この後は具材の準備にちょっと使います。だからこれはまた後ほど。じゃあこっちのおつゆの方は割り下加えながら適宜味を見ていって、あともうこのお出汁自体が結構塩分があるので、煮干しとか鰹節からくる塩分、返しというか割り下はそんなにいっぱいはいらんかな。もう抜群にうまいね。よっしゃ、これでおつゆ完成。じゃあここからは今回の具材とかそういったものの準備に入ります。一応今回メニューとしては肉ごぼ天うどんにしようと思ってるんで、そのお肉とごぼ天の準備ですね。その準備に先ほどのこれがいるんですよ。で今回ご用意したのはこちらの牛バラ肉の切り落とし。じゃあまずはたっぷりのお湯の中にお肉投入。さっと泳がしてあげて、色が変わればもう OK。 これはあれなんでね、ただのアク抜きなんでね。そしたらざるにとってこれを仰いであげてちょっと乾燥させてあげます。でこの牛肉の余分な水分が飛んだところで、先ほど準備したこちらの煮汁に牛肉加えて、再沸騰したら火を止めて、このままちょっと放置。今お肉に煮汁を吸わせてます。で今のこの色からこのくらいの色にまで染まれば完成。あとはなんかタッパーかなんかに入れて出番が来るまで待機。でこの煮汁あともう一回使いますんで、まだ捨てないように。じゃあここからはもう一個の主役、ごぼうさんで、今回これを天ぷらにするにあたって今回スティック状にしたいんですよ。ここの先端の細い部分はもうこのまんま使うとして、後の部分はあらかた長さを揃えて、太いところは4分割ぐらいにしてあげて、これで準備 OK。でこのまんま天ぷらにしちゃうとちょっとね、ごぼうの歯ごたえが強すぎてガブッと食べたらこのまんまドゥルドゥルドゥルって抜けちゃうんですよね、衣から。なのでここで先ほどの煮汁、もう冷めましたね。冷たくなった煮汁にごぼうを落として、根菜はお湯からじゃなくお水から茹でるのが定石。じゃあ火にかけて、煮込む時間としてはあんまり柔らかすぎてもごぼうの良さがなくなっちゃうんで、沸騰してから5分くらいかな、ちょっと湯がきます。で火加減としてはコポコポくらいでいいかな。てか結構アク出ますね、やっぱね。
じゃあ落とし蓋して5分後へ移動。そしたら火を止めて、このままじっくり冷ましながら煮汁を中に含ませます。だいぶいい感じですね。じゃあ出番が来るまで冷蔵庫で待機。じゃあここから天ぷらを揚げていくんですけど、ちょっとごぼ天だけだと物寂しいんで、せっかくトビウオもねいますんで、ちょっとこれ天ぷら用にさばいていきましょうか。まずはこの綺麗な胸びれの付け根から片方ズドン。でもこっち側で背骨まで切っといて、続いて反対側もズドンと落とせば頭ゲット。でこのトビウオ、腹びれのここにでかい骨があるんですよ。ねじるとねこう出てきますんで、ここの下に包丁を通して、でコロン。あとはこれを包丁で押さえつけながらトビウオ自体を揚げると、こうやって骨が取れますんで、これを両方ちょっとね身はえぐれちゃうんですけど、じゃあお腹側から1本入れて、もうこの段階で腹骨まで切っちゃって、あとは骨に沿ってここのギリギリまでちょっと身を上げながら、ここまでいったら続いて反対側、こちらも同じ。ただいまこういう状態。あとは身を折りたたんで包丁で骨を押さえつけながら身を引っ張るとビリビリっと剥がれますんで、あとは骨を落としてあげれば OK。 あとは腹骨をすき取って、ちょっと細かいけど背中のここについてるヒレ、ここら辺もビビッと。でさらに丁寧に作るなら、ここにダダダダダダーと入っている血合い骨を抜いてあげたりとかね。でも結構強いな。トビウオの血合い骨は抜けない。なのでもうこれでいきましょう。じゃあ続いてこちらの大葉に明太子、これをくるんで明太子の天ぷら。これがまたうまいんだ。でちょっと鮮度の悪いオクラ、変色しちゃった先っぽのとこは落としの、硬いヘタのところは回し取りの。じゃあいつも通り塩で板ずり。これで表面の細かい産毛を落としてあげて、水でお塩をさっと洗い落としましたら、揚げるときに爆発しないように一応穴を開けといて、これで準備完了。じゃあいつも通りこちらのコツのいらない天ぷら粉をご用意しまして、どうしようかな。今日ちょっと丁寧に打ち粉をしようかな。余分なお粉を払って、でこの打ち粉をしてあげると、この食材の水分の中にしっかりと閉じ込められるし、衣も剥がれにくくなるんで、できるだけにした方がいいんですけど、でもね正直洗い物が1個増えちゃうっていうのと、あとここのお粉の分だけずっと揚げてるとこの粘度が上がってきちゃうんですよ。ドロッとしちゃうというか、そういう時は氷なんかを入れてここの粘度をね調整してあげるんですけど、もう面倒やなと思われれば、もう打ち粉しなくていいですからね。努力目標っていう感じで。じゃあ揚げていきましょうか。確かこういったお魚を揚げるとき、こっちの皮の方を下にして揚げちゃうと皮がキューッと縮んで形が変わっちゃうんで、確かねこういったお魚は身の方が下だったと思います、揚げるとき。でエビとか魚とかそういったものを揚げるときはちょっと高めの170度から180度、そのくらいの温度にして余分な液はしっかりと切って、で谷崎流だと油入水と同時にちゃいます。こうすると衣が荒ぶるんで、荒ぶったとこがカリッとするんですよね。でもちょっと重たかったな。もうちょっと水入れてなかったかも、天ぷら粉。じゃあ泡が小さくなってきたタイミングで先端を油にちょん。
油が流れたのを確認して、最後パッパ、先端油にちょん、最後パッパ。揚げかすはその都度きれいにして揚げつつ。じゃあ続いて今回のごぼう、これは温度160から170くらいかな。こちらもしっかりと打ち粉して、でもこちら中に火は通ってるんで、衣がカリッとなれば OK。 ちなみにこの先端ちょん、最後パッパ、これで揚げた場合と普通にバッと揚げてこうやって揚げた場合、ちょっと比較してみましょうか。大体同じぐらいのサイズのやつで、ちょっと見えづらいかもですけど、こっちが先端ちょんで、こっちが普通にバッとしたやつ。明らかにこっちの方が油が溜まってるの分かります？もうパッと見て分かるくらいこんなに差が出るんですよね。理由としては、油って冷めると重たくなって動きにくくなるんで、この油の中からバッと出して一気に振ると油の温度が下がって流れ落ちにくくなっちゃうんですよ。だから揚げる時に先端をちょんとつけてあげると、熱い方に流れていこうとするんで、効率よく油が切れますよっていうことです。で、下についてるのを最後にパッパッと払うぐらい。じゃあ続いてオクラ。オクラのぬめり成分のムチン、このムチンって加熱に弱いので、揚げすぎるとね、このオクラのヌルヌル感、あれがなくなっちゃうんで、できるだけさっと揚げる感じ。じゃあ最後明太子の天ぷら。ちょっと揚げるの難しいんですけど、あんまり揚げすぎると明太子のレア感がなくなっちゃうんで、こちらもできるだけさっと揚げるような感じ。衣がカリッとしてくれば OK。 これ結構福岡の屋台とかでねあったりしますんで、福岡にお越しの際はぜひ。一番奥に見えてるの、これ飛び芋の一番大きかったやつの頭の素揚げですね。素揚げ？いや違う、骨せんべいか。片栗粉まぶして、せーの、最高の火入れですね。我ながらうまくいった。これはうまそうや。では盛り付けていきましょうか。はい、これで天ぷら付き釜揚げうどんセットの出来上がりです。では実着編に行こう。というわけで無事に完成しました。うどんで、まだうどんは茹でてないので、この後茹でてここにブワッとやって釜揚げうどんスタイルですね。てなわけでして、いただきます。そんならば早速うどん持ってきましょうか。いやでもその前にちょっとおつゆ作っちゃいましょう。まずは今回のおだしんで、ここに今回のお肉んで、ここにごぼ天ぶっ刺して刻みネギわっさー、これで完成。じゃあちょっとうどんを持ってきます。よっしゃ、準備できた。ちょっと見えづらいと思うけどごめんね。ではいざ尋常に。あー、べらぼうにうめえ。あ、これお店のうどん、めんつゆで作るうどんじゃないね。あー、うまいな。ごめん、うどんが伸びる前にバッと食べさせて。
マジで無限にいけるわ。あー、最高。冷凍うどん5玉は一瞬だわ。てか本当思うけど、冷凍讃岐うどんを開発した方に僕は会いたい。心からありがとうと言いたい。てか何よりね、このおつゆがめっちゃうまいの。これすげえ。今回使ったお出汁4種類、それぞれ突出したものがあって、なんか目指しやったら一度炙ったことによる香ばしさとか、鰹節なら鰹の動物性の旨味とか、なんかそれぞれがツン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 してたものが、昆布が入ったことでね、円になった。全部が丸く収まってる感じ。やっぱ昆布って偉大だわ。で、一般的なめんつゆとかそうめんつゆとか、ああいった市販のものって結構お砂糖をね、加えてることが多いんですけど、実際お砂糖が入ってた方が、なんていうかな、インパクトに感じる旨味、わあ、うまって感じるやつ、あれに繋がるんで、入れるのはね、当然わかるんですけど、今回のこのつゆで言うと、お砂糖一切加えてなくて、甘さはみりんの奥ゆかしい和の甘み、あれだけなんで、全然くどくないんですよ。うどん屋さんで食べるうどんつゆってそんなに甘くないじゃないですか。お出汁とお醤油の香りがするような感じの、ほんとあれ。いやー、我ながらいいのができたわ。これだけで飲めるもんな。だし万歳。そして思ったこと、たくあんうま。で、一応今回あと5玉用意してあるんですけど、今茹でると伸びるので、まずはここら辺の天ぷらを食べながら、まずは飲みましょう。でも結構冷めちゃったな。これはしょうがない。じゃあまず飛び湯を。お、うわ、なんとも形容しがたいな。初めて食べた飛び湯の天ぷら。そんなふわふわっていう感じじゃないですね。どちらかというとしっとり系。なんかそんな嫌な香りでもなく、すごい食べやすい。小骨もそんなに気にならん。僕好きだわ。じゃあ続いて明太子。これがうまいよね。もうこれは何もつけずに。博多の味。うまいわ。もうね、明太子自体がしっかりと塩分が入ってるんで、ここにお塩とかめんつゆはつけないようにね、さらにしょっぱくなっちゃいますからね。結構お店とかやと、この1本を5、6個にカットして出てきますからね。そんぐらいかなりしっかり味ですんで。いや、それにしてもうまいな。表面の火が入ったところはプッチプチ、中のレアなところはねっとりと、そして大葉の清涼感。これはうまいに決まっとるよね。お米が欲しい。しょうがないからビールで。っていうわけで、そろそろもう5玉入れちゃいましょうか。ちょっと行ってきます。よっしゃー。でね、白 T だとあれですね、つゆめっちゃ跳ねるね。めっちゃシミができとるわ。ちょっと防護服。じゃあ2回目はちょっと趣向を変えまして、まずはうどんだけを盛り付けて、で今回のおつゆ。
そして生卵んで、今回の天かすもう分かりますよね。釜玉うどんです。そうなんですよ。今回釜揚げうどん用のおつゆなんで、結構味がしっかりめなんで、この釜玉うどんも作れるんですよ。で、おネギファ、あとはこの卵ドゥルドゥルのところを最高。やっぱうどんっていいね。マジでうまいわ。ごめん、ちょっと食没。もう何も言うことはないね。まさか自宅でこんな美味しいうどん食えると思わんかった。最高。じゃあ最後は、てか最後はっていうかもう最後なんやね。僕と同じサイズの胃袋を持ってる皆さん、冷凍うどんは15玉から20玉は必要です。物足りん感じになります。じゃあおつゆ加えて、余った天ぷらガンガン乗っけていって、でここら辺は普通に食べていこう。でネギ振り散らかして、一味で赤く染めたなら、痛いトビウオ骨型。よし、じゃあ気を取り直して。ごちそうさまでした。いやー、うまかったねー。マジでうまかったわ。なんかここ最近すごい高級なお肉を使って肉寿司だったりとか、すごい高いナチュラルチーズを使ってチーズインミルフィーユカツとか、そういったメニューでしたけど、食べ終わってみての心の充足感っていうんかな、満足感っていうんかな、それで言うとね、今回の方が断然上ですね。やっぱお出汁って偉大やな。こう DNA で来るもんがありますよね、日本人の。正直今回の撮影に際してだいぶね、緊張はしてましたけど、なんとかいい感じに終わったわ。美味しかった。でも今回結構感覚でやっちゃったところもあるんで、あんまりね、グラムとか何も測ってはなかったんですけど、ちょっとこれまたいつかこのグラムとか測ってちゃんとしたレシピ作りたいな。また次回こういったものを作るときかな、測るのは。っていうところかな。それでは今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。